私の責任だとは言いません。少なくとも今は言いません。どうしても私の罪だと断言するなら、せめて私のことを加害者と決めつける前に被害者であることも認めてほしいです。でなければ私は罪を認めませんし、お詫びもしません。勘違いしないで。別に弁明したりことを濁したいわけでもありません。言ったはずです。私はごまかすことも冗談を言うことも好きではありません。事の全貌を見せようとしているだけです。もし傷口の中に証拠があるなら、私は傷口をえぐり出してでもその中に隠しているものを見せてあげましょう。どんなに痛くても私は甘んじて受け入れましょう。真実の全貌が分かったらいくらでも謝らせてもいいし、あなたの好きなやり方で処置して構いません。首切りでも切腹でも八つ裂きでも私は一向に構いません。あなたが満足すればいいのです。それなら私も満足しますから。だからもう始まっていいですか？お母さん、先に行ってきます。お弁当は持っているの？持っています。忘れたことなんて一度もありません。もし私が聞かなかったら本当に忘れてたかもしれませんよ。その推論は論理的ではないので認めません。行ってきます。誰だ？セミュ。たまには間違ってほしいね。知り合いの中でこんな無意味なことをするような人はあなたしかいません。人生に意味なんてそんなにないよ。楽しければいいよ。幸福感っていうのは度重なる楽しい体験を積み上げたものなんだ。快楽主義って気楽なもんですね。その口ぶりから快楽主義に対する尊重はみじんも感じないけどね。私はあらゆる哲学や思想も軽んじたりしません。でも大抵の場合快楽主義は非難される。私は単にあなたという人をバカにしているだけです。いくら6年間の付き合いとはいえど、その言葉で絶交するかもしれないよ。私は気にしませんが、逆にあなたが唯一の友達を失うことになりますよ。あんたも一緒じゃない？私の新しい友達になってくれる人はたくさんいますから。多分一日であなたのことをきれいさっぱり忘れるでしょう。ムカつく優等生だな。いくら6年間の付き合いとはいえど、その言葉で絶交するかもしれないよ。あんたも一緒じゃない？ムカつく優等生だな。1限は大嫌いな数学、2限は大嫌いな物理です。3限は大嫌いな科学か。あなたが嫌いと思わない授業ってあるのですか？昼の1時から2時、それと午後4時以降の授業は嫌いじゃないよ。それはランチタイムと放課後って言います。授業まであと20分か。アルテア、なんか面白い話はないの？そんなの。水槽の中の脳って聞いたことあります？